Good morning from another beautiful day in Amsterdam. 今日はねもうアムステルダム3日目ということで、オランダといえば風車。今日はこれからですねここアムステルダムから約30分ほどで行けるザンセスカンスというね風車村に行ってきます。Well, I'm really looking forward to seeing some of the iconic Dutch landscapes that inspired all these artists from here. Let's go take a look. 行ってきます。先ほどザンセスカンス村の最寄り駅に到着したんですけど、風車村に向かって歩いております。駅からはね徒歩17分で風車村に着くということで、あ、風車が見える。 Some more steps. I'm looking forward to this. This is beautiful.風が今日吹いてるからさ回ってますね。Oh no. 吊り橋が上がってるんだけどこういうことあるんだねこの橋。オランダではかつて発電や排水、小麦を引く生活において風車は欠かせないものでした。近年電気などの発達で風車が並んでいる風景を見ることは珍しいですが、この風車村にはオランダの各地から集めた5基の風車があり、数百年にわたって使われてきた風車を間近で見ることができます。今風車村に到着しました。パッと見 4,5 基ぐらい風車があるんですけど、そのうちの一つかなは実際に風車に登ることができるそうなので、今登れる風車に向かって歩いております。Right there. So cool. And so big. Wow. Let's go see. Let's get closer. チケットを購入しました。行ってきます。風の力で風車が動き、歯車の音が建物に響きます。ここでは風車を利用して染料が作られています。それではデッキに登ってみます。すごい急だよ。怖い。見てください。こんなに近くで風車が見れる。ちなみにこの羽だけで15トンもあるそうです。すごい。風もすごいんだけどさ、風車って間近で見るとかなり迫力がありますね。わー。
さん強風ここ。ナイスキャッチ。こちらはオランダ伝統の器具クロスペンの工場だそうです。すごくない？ちょっと中に行ってみましょう。いっぱいある。見て見て、スパイクがついてる、そこに。オランダ伝統の器具クロスペンの工場は博物館にもなっていて、繊細な絵のタッチの器具や器具の製造過程が見られる作業場など、じっくりと見学したくなる展示ブースがあり必見です。デモンストレーションも見て、今ギフトショップに来てます。かわいい。なんかね、本当は器具が欲しいんだけど、多分買っても履かないからこういう置物かなんかを買って帰ろうかなと思ってます。オランダで生産される半分以上を占める代表的なチーズがゴーダチーズ。なんとこのチーズは日本のチーズ作りのモデルになったと言われています。Thank you。いただきます。めっちゃ美味しい。デビッドもどうぞ。なんかすっごいコクがあるチーズの味がする。まあやっぱすごいね、美味しいわ。Oh, that was really cool to see them making the clog. I had no idea, but it makes sense now that those were originally made as work shoes. Clogs. Clogs, because they're waterproof and really strong. Oh, that makes sense. So the cattle don't step on your feet and crush your feet. So they're original work boots. Oh. But I'm getting hungry. Maybe we should go get lunch. Sounds good. Would be nice to see the windmill. Yeah, I bet you it's really good food here. Probably really fresh. Let's go. Let's go. Damn it. 先ほどね見つけたレストランはちょっと後でお見せするんですけど、水上にテラスがあって、
この風車を眺められるレストランだったみたいなんですが、まあね、今日はねイベントで完全に予約されてるっていうことで、これからアムステルダムの方に戻ってランチをしに行こうと思います。でもすごい楽しかったよね。チーズだったり器具なんかを見学することができてすごく有意義でした。ということでランチに戻りましょう。せっかくなのでオランダグルメのパンネックを食べに行きます。パンネックはオランダ風パンケーキのことで、大きさが30センチぐらいある薄焼きクレープにトッピングが選べるスタイルです。せっかくなのでゴートチーズとほうれん草、松の実のパンネックとキャラメルソースのパンネックを一つずつオーダーしました。It's good. The goat cheese is really nice. Pretty good. Mm-mm. 今日はこれから世界最大のゴッホの絵画コレクションを誇るゴッホ美術館に行ってきます。実は今回ねアムステルダムに行こうって決めた大きな理由の一つがですね、あるゴッホの絵画を見てなんか人生で初めてなんか魂が震えるっていう感覚を覚えて、なんかその時からもうアムステルダムはいつか必ず絶対に行こうって決めていて、その経緯で今回アムステルダムを訪れました。今日はねゴッホの世界観にどっぷり浸ってこようと思います。Yeah, we've seen a few Vincent van Gogh paintings at some other museums around the world. So I'm really looking forward to seeing this huge collection that they have here. And this museum is contemporary modern art, and it's beautiful looking from the outside.館内は0階から3階までゴッホの油絵からデッサン、直筆の手紙が年代別にゴッホの作品とともに時系列に展示されています。この展示室では数々のゴッホの自画像が展示されています。そしてこちらのパネルでは彼が生まれてから1890年37歳で自分の胸をピストルで撃って亡くなるまでの最後たった10年間を画家として活動したゴッホの人生が名画とともに紹介されています。0階から1階に上がると
ゴッホのオランダ時代の絵画が展示されています。ゴッホが影響を受けたパリの画家たちの作品も展示されています。ゴッホの色彩が大きく変わるパリ時代の展示です。テオのアパートに転がり込んだゴッホは2年ほどパリで過ごします。ゴッホは日本の浮世絵に興味を持ち、歌川広重の亀井同盟屋敷などを模写した作品が展示されています。パリ時代が終わると、いよいよゴッホがゴッホになるアルル時代。人は都会に来ることで可能性を広げますが、ゴッホは地方へ移住し、さらに大傑作を多く描いています。2階ではゴッホの支援者であり理解者である弟テオに送った直筆の手紙が一部展示されています。その数なんと650通。ゴッホは生前ほとんど絵が売れず、弟テオから9年間金銭的支援を受けていました。お金に苦労しながら精神的にも身体的にも病み、入院していた時期もあります。ほとんど絵が売れない中でも絵を描き続け、約10年の活動期間中に約2100点以上の作品を制作しました。そんなゴッホとゴッホの才能を信じ続けて長年支援し続けたテオの愛にも感服させられました。個人的にはこの作品を見ることをとても楽しみにしていました。花咲くアーモンドの木の枝は弟テオの息子が生まれた時にお祝いに贈った絵で、その甥もゴッホにちなんでヴィンセントという名前が付けられました。ゴッホが甥ヴィンセントの未来に託した明るい希望そのものが描かれているアーモンドの木の枝と色使い、一瞬でこの作品の虜になりました。そして1890年5月、ゴッホ終焉の地オーベルシュル・オワーズにて亡くなるまでの2ヶ月間、ゴッホは1日1枚の驚異的なペースで絵を描いていました。ゴッホが亡くなったわずか半年後にテオが病気によって逝去し、兄弟が永遠に共に眠るようにオーベルシュル・オワーズに2人一緒に埋葬されているんだそうです。ゴッホの美術館を訪れて、生涯で最後たった10年間を画家として情熱の炎を体内に灯し続けた天才の人生に触れた気がしました。今ちょうど午後6時ぴったりなんですけど、We're here till like the very end. Yeah, we couldn't get enough of it. What a beautiful, wonderful collection Van Gogh's art and all his friends' art. Kind of emotional too to hear his story.
it's so well documented because he was such a good writer. He kept in such good contact with his brother that he loved, and they loved each other, kept in good contact with each other the whole time. True. なんかすごいエモーショナルでタッチング。You could just see it in his art, from the dark painting to the bright to the kind of abstract stuff. I feel like one of my favorite things about Van Gogh art is that the texture, it's almost like a third dimension in the brush strokes. And I would have loved to have seen him paint in real life because it seems so enthusiastic, every stroke he did at the end. なんか本当に he followed his heart って感じの。なんかそれが感じられるから彼の絵ってなんかすごい引き込まれるんだろうなって思いました。ゴッホってすごく日本のね浮世絵に見せられて、結構日本の雑誌の切り抜きなんかもすごく集めてたみたいで、彼の絵から日本を感じることができて、なんかすごく興味深かったです。もう本当デビッドもねさっき言ってたんですけど、ゴッホと彼の最大の支援者であり理解者である弟とのそのやり取りだったりとか、作品を時系列で見ることができて、本当なんか彼の作品への思いなんかを深く知ることができたっていうのも、なんかこのゴッホ美術館の一つの魅力なのかなって思いました。私がそのパリで見た一枚のねゴッホの絵から、いつか必ずねアムステルダムにゴッホ美術館に行こうって思ってここまでやってきたんですけど、もう本当に来てよかったと思います。素晴らしい美術館だと思うし、一見の価値があると思います。I'm so glad we got to see that. If you're in Amsterdam, please come see this, even if you're not a big art follower. I feel like all art has stemmed from this in a way that you kind of opened up a new world of painting and art and color, things like that. So it's a great experience. So yeah, where to now? どこ行こうかね次。ダイヤモンド博物館とかなんかね、ここすっごくたくさん美術館があって、ちょっと散歩しよっか。アムステルダムといえばアートや建築物、美しい運河のある街並みやチューリップが有名ですが、アムステルダムには有名な飾り窓地区 Red Light District という有名な生産業エリアがあります。運河の両サイドにガラス張りのドアが並んでいて、赤いランプを灯しています。そのガラスの扉の向こうには下着など露出の高い服装で女性が通行人を招いています。扉の目の前で立ち止まると中の女性が出てきて商談し、成立すれば中に招き入れられます。このシステムには長い歴史があり、この地が13世紀の貿易港だった時から彼女たちは存在し、当時の顧客は主に勝利品を町に運んだ船員でした。時代が移り変わるとともに飾り窓地区は繁栄していきましたが、過去に何度か市議会から禁止令が出たこともあったんだとか。その後もアムステルダムの歴史とともにこの地区は存在し続け、今の形となっています。おはようございます。おはようございます。今日で私たちはねアムステルダム4日目なんですけど、How was it, babe? Such a fun, exciting city with plenty to do. Canals are so beautiful. The museums were really, really cool to see. And the city is just beautiful. I really liked it. I want to come back someday, I think. とにかくね、本当アムステルダムって運河が巡る美しい街並みがもう本当にそこら中に広がってて、どこでも写真を撮りたくなるようなビューがねたくさんあって、本当に来てよかったなって。それだけでも来る価値があるんですけど、やはりねアンネ・フランクのお家だったりゴッホ美術館、アムステルダム国立美術館、他にもたくさん美術館があるんですけど、見どころがね盛りだくさんな街で、そしてね私がすごい感動したのが
英語がすごい通じる。People speak English so well in this So, town. yeah, accommodating and sweet people here too. Yeah, it was fun. そういった面ではね、すごく旅がしやすかったなという印象です。皆様、ここまで私たちのアムステルダム Vlog にお付き合いいただきありがとうございます。Thank you for watching, everyone. Please like the video and subscribe. それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。バイバイ。Bye.